自分の体が動く限りやはりできることはやっぱりやって、仕事のない人は散歩やなんかやりますけど、私はこれが健康のためですのでおはようございます。これが鋼ですね。この鋼をここに入れて、こうやって折り曲げて、小さいのと大きいのの温度差があるんで、まだこれではつきませんので、隙間をもうちょっと少なくします。温度がだいぶ、これでこうやって隙間を少なくして、今度本当にくっつける温度まで上げます。さっきよりも2つの温度差がなくなってきてると思います。これで1000度くらいにまで上げて関節します。今度ここへこれを鋼をこう入れるわけ。こうやって3枚合わせにするわけですね。それで今度また温度を上げて3枚を完全にくっつけるわけです。
下の方は温度上がってよく熱が通りますけど、上の方までこういう層になってる。これをこう返しながら温度を平均に上がるようにします。今温度上がったら仮付けって言って、間隔を狭める。こうやってね移動しますんでね、これをこう間隔をこう狭めて隙間を少なくしていくわけです。間接台が流れてくるわけですよね。そうすると隙間がちょっとこう間隔が空くから、それを少し狭くして、接着剤が飛ばないようにこう軽く叩いてやるっていうのがちょっとコツがいるところですね。今やったのは昔からの日本のやり方ですけど、子供の頃からもう工場入って手伝いやってたんで、自然と身について、で遊びで作ってたようなものです。それが今こうやって商売としてやっていけるように。あとは刻印を打ちます。刻印打ってから焼き入れになります。
これで焼き入れは終了。170から80くらいになるまで練って焼き戻し、これが沸騰してくると100度ですね。これがコロコロと転がる温度がこの180度目安です。もうちょっとですね。こんな瞬間ですからいいです。これで焼き入れ焼き戻し終わりです。焼き入れの硬さを保ちながら粘りを出すという、粘度を出すという。ここはちょっとはみ出る感じになるってことですか？ああ、そうですね。これは一応普通の会社さんですと全部打ち込んでしまうんですけど、弊社の場合もしこう緩みが出たらもう一回打ち込んでもらってもう一度締まるようにと意図的にこう5ミリとか6ミリくらいこう出しているような形にしております。炎の出来としてはどうです？いいですよ。それなりにみんな割れていって刺さりもいいし割れもいいし、はい。こういう昔ながらの作りをこう息子さんにも引き継いでいってほしいなっていう思いとかはあったりするんですか？それにはこだわりはないです。やはり時代の流れに沿って生活していくわけですから、事実は受け継いでもらってもそれを継続して商売としてやっていくっていうのはまた別ですから、だからいつまでもこういうのが残るってわけでもないと思います。商売としてはそれはちょっと難しいところもあると思います。の方もいい感じするけども、はい、厚みもあるし、まあこれずっと薄くして、そうですね。ちょっとこう伸ばしながらやっていけば大丈夫ですかね。こういうはいことをやるのは楽しいです。めっちゃ楽しいです。もう仕事してるんだか趣味してるんだか分かんなくなる時があるくらいやっぱ刃物作るの楽しいです。